皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は日本の食料自給率が一向に上昇することがない理由についての不都合な真実に触れていきたいと思います。日本の食料安全保障を考えるときによく問題視されることとして食料自給率の低さがあると思いますが、一向に改善されるどころか徐々に悪くなっています。このことについて不思議に思う方も多いのではないでしょうか。農林水産省のホームページを見ると食料自給率の向上の取り組みについて表明しているのですが、一方で主食用米を減らす政策を行っているという事実もあり、言っていることとやっていることの矛盾がこんなにもはっきりしたケースは珍しいのではないでしょうか。今の日本にはこういった不思議なことが多くあるように思えます。官僚と呼ばれる人たちというのは多分エリートと言われている人たちが多いわけで、こういったことを放置しているのにはどうしようもない事情があるのではないかという仮説が浮かび上がってきます。もし私たち国民の食料安全保障を犠牲にしなければならないほどの事情があるとしたら、これはとんでもないことなのですが、現実的な問題としてますます自分の身は自分で守らなければならないという覚悟が必要です。この動画が万が一の備えをするための意識改革につながると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、最近の日本政府の動向について皆さんはどのように感じていますでしょうか。例えばアメリカからの兵器購入に関してなどは、何をいくらで購入するかについては機密上一般国民に開示できない部分もあるでしょうが、軍事専門家の情報を確認しますと、今現在アメリカから購入している兵器のほとんどは旧型であり、在庫処分で購入させられているのではないかということが言われています。しかも通常の数倍もの価格です。つまり現在のアメリカ大統領の言い値で買わされているというものです。そんなバカなと思うのですが、最近のK首相は国民の疲弊を顧みず海外にお金をばらまいているのを見ると、そういう事実もあるのかもしれないと思うわけです。しかしこういった傾向は過去の歴史を見ると歴代の首相も同じですし、それに加えて日本企業がどれだけアメリカから嫌がらせされてきたかという例は枚挙にいとまがありません。今回のメインテーマとなる食料自給率について農林水産省は、食料自給率を上げると口では言ってはいるものの、実際やっていることは真逆であるという背景には、アメリカの農産物を買うように圧力がかかっているということがあります。ご覧の図のように日本の食料というのはほぼ輸入に頼っている状況になっています。これらの指標にはカロリーベースと生産額ベースというものがあるのですが、例えば農作物で言えば化学肥料のほぼ 100% を輸入に頼っているので、食料安全保障という観点で言えば、ことが起きたら日本は食料自給はほぼできないと思った方が現実的だと私は考えています。農作物の種子は F1 種のものが増えているのですが、毎年新たに作付けするには種を外国企業から購入しなければなりません。これもほぼ輸入に頼っています。では主要作物の主な輸入先を確認しますと、何を見てもアメリカへの依存率が1位になっています。詳しく見てみると農産物全体では 23%、トウモロコシでは 73%、小麦は 45%、大豆 75%、牛肉 42%、豚肉 27% となっています。こうして客観的にデータで確認しますと恐ろしくなりますよね。日本の伝統食である醤油すらまともに作れなくなっています。これらについては過去の流れを確認するとよくわかります。1951年にサンフランシスコ講和条約が結ばれ、日本のアメリカ統治が終了し、やっと日本が主権国家となったと思いきや、同時に結ばれた日米安保条約がくせ者でした。言ってみれば日本は主権国家となったわけではないということです。というのは1960年1月に改定された新日米安保条約というものを締結しますが、何が変わったかというと経済協力条項が加わったことで高度経済成長が実現したとも言えますが、食料自給には大きなマイナスが発生しています。日本は戦後に起きた飢えを二度と起こさせまいと食料自給率が 80% まで改善されていました。しかし1965年、昭和40年には 73% となり、以降下落の一途をたどっています。戦後アメリカ統治下での日本は、日本の伝統食からパンミルクなどの西洋食を推し進められ、米を食べるとバカになるというプロパガンダを受けるとともに、アメリカの大規模農業から生産される莫大な食料の在庫処理場として日本が利用されるということになりました。ところが一方で日本人の底力、
努力によって自動車などの工業製品がアメリカ製品を凌駕することになっていき、アメリカの貿易赤字がどんどん大きくなっていったんですよね。日米貿易摩擦ということなのですが、それはフェアな自由競争の結果のはず。しかし日本政府はアメリカに押し切られ、国内農業の保護を理由に拒んでいた牛肉やオレンジの輸入自由化という方向に舵を切ってしまったわけです。ざっとこうした流れを振り返るだけでもアメリカの自分勝手な振る舞いと、はっきり断れない日本政府のふぬけさに情けなくなります。この構図はアメリカの利益のために日本国民の食料安全保障を犠牲にしていることになります。その結果、日本の食料自給率は 37% まで落ちることになっていますが、今後まだまだ落ちると思います。先ほども述べましたが、実質的には種も自給できず、肥料も自給できない現状は、日本人を飢えさせようと思えば簡単にできてしまうことを意味しています。こういった事実を見るとアメリカは日本を同盟国と言っていますが、果たして対等といえる付き合いをしているのでしょうか。アメリカによって辛酸をなめさせられた日本企業がどれだけいるでしょうか。日米関係を知る上でも少し例を挙げておくと、有名なところでは半導体産業です。ジャパンアズナンバーワンとまで言われた日本の半導体産業は1990年代には世界シェアの半分を占めていたのですが、1986年に締結された日米半導体協定によって陰りが出てきます。この協定は10年間続き、その内容たるや日本に対する言いがかりとも取れるもので、例えば D ラムで日本が 70% という圧倒的シェアを占めているのは、ダンピングによる安売りをしているのではないかとの疑いをかけられ、価格は米国政府が決めるというとんでもない取り決めでした。普通では考えられないことであり、これはひどいことのほんの一部に過ぎず、これらの嫌がらせによって日本の半導体産業というのは凋落していき、現在に至っています。まだあります。日本の自動車産業です。自分たちの車が売れないのを日本の責任にするということをしてきており、それはある意味今も継続中です。今はトヨタ叩きのために EV 車以外を EU 圏から締め出すという動きです。これは残念ながら EV の配色が濃厚で、EV 車だけを強制するという全体主義的な発想が、選ぶのは消費者であるというトヨタの消費者目線の経営が勝ったと言っていいほどの状況になっています。さらに日本製の OS トロンの例もありました。OS とはコンピューターのプログラムのことで、今現在はマイクロソフトの Windows、Apple の MacOS がありますが、日本製の OS トロンもかなり優れたものだったのですが、今まで述べてきたことに似たような妨害に遭い頓挫しています。競争に負けたことを他者の責任にするのは良くないのはもちろんですが、あまりに不平等な、そして日本政府もグルではないかと思うような政策によってどうしようもなかったというのが本当のところだと思います。戦争に関して言えばアメリカという国は利益のためなら何でもしてきました。人の命など虫けらほどにしか思っていません。アメリカには素晴らしい点はたくさんあるのですが、アメリカに救うグローバリストが問題です。彼らが何を考えており、日本をどうしていこうとしているのかという理解をすることは本当に重要です。今は北朝鮮のミサイルや中国の脅威によって防衛費の増額をする流れになっていますが、手放しに賛成できないのは、日本に戦争を起こさせることを考えているのかもしれないからです。この辺の話題については今回は割愛しますが、歴史を学ぶ必要があるというのは、相手が何を考えていて、何をしてきたのかという事実を知り、今後の可能性を知ることだと思います。今まで述べてきたように農業以外の産業でも日本は辛酸をなめてきています。戦前の日本人は優れた外交力を持った政治家が数多くいて、世界の国々と対等に渡り合ってきました。大東亜共栄圏構想を発表したことなどは日本人として誇り高いものだったと思います。数百年続いていた奴隷社会に異議を堂々と唱え、結局は西洋諸国による植民地時代に終わりが訪れました。残念ながら現実には今も違った形で植民地政策は続いているのですが、今回取り上げた食料安全保障において、あらゆる食料関係において首根っこをつかまれている日本は絶滅の危機に瀕していると思っても良いのではないかと思います。このチャンネルでは食料危機に関しての動画を多く配信していますが、食料危機に至るシナリオが多すぎて絶望感すら感じてしまいます。今年の秋から新たな流行り病の蔓延を予告しているかのようなアメリカ大統領の発言や、あの世界機関からのなんとかパスポートの普及の話も出ており、2020年の流行り病の蔓延以上のことが起きる可能性がありますので準備しなくてはいけません。何しろ実行部隊がその可能性を言っているわけですから、もはや陰謀論ではありません。
これらについての動画を作成することはチャンネル消滅への王手がかかっている今の状態ではなかなか踏み込めないのですが、工夫して配信できるようでしたらやっていきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回は日本の食料自給率について現状の危うさをお伝えするために、アメリカが日本にしてきた数々の不条理な事実を簡単に振り返ってみました。そして今は日本を戦争に巻き込もうとしているとしか思えないことも伺えます。これもアメリカが過去にやってきた常套手段です。今回の問題はかなり深刻で解決には困難なことだと感じると思いますが、私は解決できると思っています。それらの背景にはグローバリストがいるわけですが、なんと日本国内にもいますし、政府内、司法、官僚にもいるのではないでしょうか。ただ朗報もあって、今世界で起き始めていることは反グローバリストの動きが活発化してきているということです。日本人の中にも真実に目覚め始めている人が増えていますが、それは残念なことに身内から犠牲者が出たことで気づいたという最悪とも言えるケースですが、確かに日本にも変化が訪れていると思います。食料自給率の低さもかなり危険なわけですが、草の根運動で日本の農業の復興をすべく立ち上がっている人たちも多く出始めています。なのでそういった意味では楽観的なのですが、その過程ではどうしても犠牲になる人も出てくることは間違いないと思います。急に明日からグローバリストがいなくなるわけではないから当然です。何が起きるかわからない中で私たちが生き延びるためには、食料備蓄や日用品の備蓄をしておくことです。そのような行動が食料危機を早めるということを言う人もいますが、ナンセンスです。食品ロスは年間1500万トンにも上りますし、缶詰などは害傷がなければ20年でも問題なく食べられるのに、3分の1ルールによって廃棄されています。食料備蓄に使っていれば何割かは食品ロスにならずに済んだはずです。パニック買いのように需要と供給のバランスが一気に破壊されるようなことをせずに、徐々に計画性を持って備蓄していけば生産側も対応できるというものです。食料備蓄など必要ないと言っている人に限って、いざという時に慌てて買いに行くのかもしれません。自分や家族の安全を守るという確固たる目的のためには、雑音には耳を傾けないマインドが必要になると思います。アメリカ大統領が予告している強制的なロックダウンが日本でも発生したら、能天気に生きている者が真っ先に飢えることになると思います。まさに自己責任となりますので、理解している方は少しペースを上げて備蓄をした方が良いと思います。共にグローバリストやその他のろくでもない輩たちが駆逐されるまで生き延びるための知恵を絞っていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。